皆さんこんにちは。 DIY チャンネルへようこそ。今回の DIY はボーダー模様の扉の棚を作りました。加工材を組み合わせることでボーダー模様の扉を作成します。ボーダー模様のパネルを作るために 900×20×5mm の加工材を 300mm と 25mm と 5mm にカットしていきます。まずは 300mm に毛描いていきます。次は 25mm の毛描きです。最後に 5mm の毛描きです。加工材を毛描きに沿ってノコギリでカットしていきます。まずは 300mm ずつにカットします。次は 25mm ずつにカットします。最後は 5mm ずつにカットします。カットが終わりました。 25mm と 5mm はこんな感じになります。 300mm にカットした加工材は測定して誤差が 1mm 以内、2mm 以内、2mm 以上に分けました。同じぐらいの誤差の板を組み合わせて組み立てます。25mm と 300mm を使います。真ん中に置いているのは 25mm 幅のサポートです。ボンドを塗ってクランプで固定します。5mm2 つと 25mm で 35mm の幅になります。固まるまで待ちます。この作業を繰り返して36個作ります。完了です。次は 5mm と 300mm を組み立てます。ボンドで接着しクランプで固定します。真ん中に 5mm のサポートを入れて幅を一定にします。3つの板が 5mm ずつなので 15mm の幅になります。この作業を繰り返して34個作ります。完了です。大きめの長方形に加工された板をガイドとして使います。ここの直角部分をガイドに使います。またこちらの端に合わせて扉の直線を出します。 5mm の厚さの長い板を挟んでガイドにします。クランプで固定します。幅が 35mm、15mm、35mm、15mm の順番で並べます。 35mm の方だけガイド板の下に入れます。ガイド板を平行にするために 5mm 板を挟んでクランプで固定します。ボンドを端につけて固定していきます。 35mm、15mm を順番に固定していきます。下の板のガイドに沿ってまっすぐなるように気をつけながら接着していきます。ボーダー模様の扉の完成です。これらのパイン修正剤を使って棚枠を作ります。棚板を入れる位置をダボで変えれるようにしたいので側板にダボ穴を開けます。その毛描きを行います。 30mm 間隔で毛描きます。下穴を開けます。4.5mm のドリルでダボ穴を開けます。完了です。側板、天板、棚板を組み立てます。コーナークランプで固定します。下穴を開けてビス隠しの穴を開けてビスを入れます。
下側の棚板を取り付けます。棚の枠が完成しました。スライド長板を使って扉と棚枠を接続します。上記の2箇所で接続します。扉の接続箇所に厚みが必要なので板を追加しました。横に倒して取り付けていきます。ネジの固定箇所に印をつけます。下穴を開けます。ネジで固定します。開け閉めは問題なさそうです。反対側のスライド長板の取り付けをします。ネジ穴の印をつけ、ネジ穴の下穴を開け、ネジを固定します。片側の扉を付け終わりました。開閉チェックをします。問題なさそうです。もう片側の扉も取り付けました。棚板位置を変えれるように棚ダボを取り付けます。事前に開けた穴にダボを手で押し込み、トンカチなどで叩き込みます。4箇所取り付けます。棚板にダボを引っ掛ける溝を掘ります。棚板を入れてダボが接触している部分に印をつけます。印のついた部分を彫刻刀で彫ります。平刀で周りに溝を開け、丸刀で溝を掘っていきます。深さは5ミリぐらい掘ればいいと思います。溝ができました。棚板を入れてチェックします。ぴったりはまって問題なしです。完成しました。良い感じにできました。以前作った棚と大きさがお揃いでいい感じです。開けたらこんな感じになります。満足のいく出来になりました。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。